皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ氏の大統領返り咲きについて解説していきます。現在トランプ氏は大統領就任式を待っている状態なわけですが、その発言はすでに世界中に大きな影響を与えています。今回はその中でもいくつか注目される発言について解説していきましょう。まず第一に注目すべき発言、その1は、NATO 加盟国に対して軍事費を増額するよう求めています。従来の発言では GDP 比 2% を必ず達成せよという話をしていましたが、新しい発言においてはいやいや 2% では足りない 5% だという話をしています。ちなみに直接日本に言われたわけではありませんが、日本は中国の軍拡による脅威の高まりに伴って GDP 比 1% から 2% へとその目標値を上げています。もしもこれを 5% 程度まで引き上げるのであれば、ざっくり言って20兆円から25兆円程度の金額へと防衛予算を上げるような話です。日本は NATO に加盟しているわけではありませんが、トランプ氏がこのような防衛費を増額せよという話をしている理由としては、他の国々はアメリカの軍事力に依存しすぎである。いわばフリーライダーのようなもので、各国は自ら軍事力を整備し、アメリカに頼らないでいい防衛力を自ら備えようという話をしています。この理論を日本にも当てはめてくる可能性がないわけではないので、いずれはもっともっと軍事費を上げろという話を日本にも振ってくるかもしれません。ちなみに現在 NATO 加盟国で GDP 比 2% を達成している国は6割から7割程度で、3分の1程度の国はまだ GDP 比 2% にも達していません。その状態からさらに倍以上の 5% へと引き上げろというのはかなり厳しいハードルとなります。しかしトランプ氏のこの発言というのは、なんでそうした発言をしているかといえば、アメリカがヨーロッパの戦いに巻き込まれないようにするための一つの伏線作りです。アメリカはオバマ大統領の時に世界の警察官を辞めるという基本方針を示していましたが、その流れそれ自体はある程度現在でも維持されています。トランプ氏はそれをさらに加速させ、ヨーロッパの NATO 加盟国が攻撃されるようなことが起こらないように、それぞれの国の軍事力が高まれば攻撃されることもないだろうという考え方なわけです。ついでに軍事費を増大させれば、その時にヨーロッパだけではなくアメリカの軍事企業に対しても発注が来れば、それをもってしてアメリカの国益にもかなうというわけです。こうしたアメリカとヨーロッパは現在は同盟国という枠組みの中ではあるけれども、アメリカはアメリカで国益を一番に推進していくんだという考え方を強く示している事例としては次の発言があります。現在デンマークの自治領となっているグリーンランドについて、デンマーク政府が何らか権利を持っているんであれば、その権利を全て放棄しアメリカに売却しなさいという話をしています。グリーンランドはアメリカの安全保障上重要な土地であり、アメリカがグリーンランドを領有することはアメリカの国益にかなうという話をしています。もしもデンマークがこのようなアメリカの要求に応じないというのであれば、デンマークに対する制裁関税をかけ、軍事的圧力を加えることも選択肢として外さないことも話しています。では、グリーンランドをトランプ氏が求める理由とは何でしょうか。基礎的なところについて解説しておきましょう。グリーンランドをトランプ氏が求めている理由というのは主には2つあります。まず第一に、記者会見などで発言が出ていた安全保障上の理由。こちらの地図は北極海北極点を中心とした地図です。アメリカのアラスカとロシアは隣であり、北極海の周りという意味ではカナダやグリーンランド、アイスランド、そしてロシアです。安全保障上という意味においては、ロシアから大陸間弾道ミサイルが発射された場合においては、北極海を越えてアメリカへとミサイルが飛んでくるわけです。ですから、アラスカ、グリーンランドは前線基地となり得る場所なわけであり、安全保障上非常に重要な場所です。そしてもう一つグリーンランドを欲しい理由というのが気候変動による変化です。気候変動は従来の気候条件をそれぞれの場所において極端化する動きがあります。その変化の一つとしては、北極海においては気温の上昇が早まりやすくなり、氷の占める面積が小さくなったり、もしくは小さくなるスピードが春に向けて速くなるといったことなどもあります。それに伴って北極海が物を運ぶための航路としての重要性が上がっていきます。例えば日本からヨーロッパへと物を運ぶときに、東南アジア、南アジア、中東、そして地中海へと輸送するよりも、北極海からヨーロッパへと向かう方が日数としては
3割以上削減できると言われています。これは同様にしてヨーロッパからアジア地域へ、北米大陸からアジア地域へといったものの輸送ルートとしても活用度合いが上がることとなります。さらには北極海そしてグリーンランドにおいて気温の上昇に伴う寒さの影響が低下することによる地下資源開発といったものも見込まれています。しかし、地下資源の開発に関してはロシアだけではなく中国も非常に強い関心を示しており、北極海やグリーンランドの開発が欧米のものだけではないといった現状があります。だからこそトランプ氏はグリーンランドを自分たちの領土としてがっちりと保持し、権益を確保したいという考えを示しているわけです。現在のところグリーンランドはデンマークによって自治権が認められ、自治政府も存在します。そのため完全な植民地といったような状態ではないわけですが、しかし現実問題としてデンマークの人たちとグリーンランドのイヌイットの人たちは必ずしも文化的に近いわけではありませんから、グリーンランドの人たちは独立志向が高いと言われています。ただしそこには思いとは別に経済的な事情があって、実際の行動としては独立運動などをしているわけではありません。気候変動に伴って地下資源の開発がしやすくなったという話をしましたが、逆に言えばそれまでの間は厳しい気候もあり、地下資源の開発はコストに割が合わないものとなり、これまでは大きな富をもたらすようなわけではなかったのです。そのため自治政府の予算の半分以上はデンマークからの送金に頼っていると言われています。ただしそのポイントについてはトランプ氏にしてみれば、デンマークとアメリカを比べた場合において経済力は圧倒的にアメリカの方が大きいわけですから、デンマークの下にいるよりもアメリカの下にいた方が良いでしょという意味もあって、グリーンランドの人たちはより幸せになるという話をしているわけです。ただし開発を前提とした発言といったこともあり、ガンガンに掘りまくるといった行為が果たしてイヌイットの人たちにとっては土地を汚す行為に移らないかどうかといったところは現地で取材しないとわかりません。ちなみにこうしたアメリカの一部になれば今よりもお金が入るよといった話にはカナダについても同様の発言をしています。トランプ氏はカナダに対しては国ではなくもうアメリカの州になればいいじゃないか。その方が関税の問題などもないし、カナダの人たちもきっとアメリカ人として幸せになれるといったような話をしています。こういった話の最後にジョークだよと一言付け加えればまだくだらないジョークだと笑えるわけですが、トランプ氏はカナダとアメリカが一つの国になった状態で星条旗のイラストを示しており、冗談として笑うこともできないものとなっています。ちなみにカナダの政治家やもしくはカナダの人たちの SNS での発信では、トランプ氏に対する反感が非常に強く、喜んでアメリカの一部になると発言している政治家は今のところ報道では出てきていません。そしてトランプ氏の注目される発言、その次はパナマ運河をアメリカに返還せよという要求をしています。パナマ運河はアメリカが開発、そして管理していたものです。太平洋、大西洋を行き来する船を通すための運河なわけですが、ここ最近は気候変動の影響もあって水位が低下しやすいといったこともあり、タンカーが両岸に溜まっていることなどもたびたび報告されています。通行量の高止まりについても非常に問題視されており、だからこそパナマ運河をパナマ政府へと移管したのはアメリカの間違った判断であり、これを正すことが自分にとって偉大なアメリカを取り戻すための一つの方策だと述べています。ただしパナマ運河自体はもうパナマ領にあるというのは間違いのない事実であり、一旦返したものをさあ返せよという行為は脅迫外交にも近いものです。現在のところパナマ政府がそのような要求に屈しているといった話もないので、これも実現することはないでしょう。さらに続いてメキシコに対する不満の表明の表れとして、アメリカ南部メキシコ湾の名称をアメリカ湾へと変更しようという話をしています。メキシコは中南米からの麻薬の流入ルートであると同時に不法移民の流入ルートでもあります。どちらにとってもアメリカにとっては多大な影響を与えるものであり、メキシコはもっとこれを強力に取り締まりを行えばこの問題はもっと解決できるにもかかわらず、メキシコ政府の取り組みは不十分だという批判を展開しています。そのためメキシコに対策をもっと強化せよと述べています。ちなみにメキシコには日本企業も多くの生産拠点を置いていました。これまではカナダ、アメリカ、メキシコこの3カ国の間で自由貿易協定が結ばれていたために、人件費の高いアメリカよりもメキシコで工場を建てて作った製品をアメリカへと運ぶというルートが
これまではかなり用いられてきました。強烈な関税がかけられることにより、このビジネスモデルそのものも変化を強いられそうです。以上のようなトランプ氏の発言の影響といったものを解説してきたわけですが、最も重要な大きな視点というのは、トランプ氏の視点は地球を俯瞰した外交政策や関税政策ではなく、完全にアメリカファーストの行き過ぎた形、北米大陸中心主義といったものを掲げており、この視野の狭さといったものは非常に大きな意味で国際情勢に悪影響を与えることでしょう。関税を中国のような一部の国に対してだけではなく、ありとあらゆる国にかけて貿易の障害を高めるといった話などもそうですし、アメリカの軍事力の抑止力といったものをヨーロッパ側に対して及ぼすこともないような話を繰り返しているというのも、結局のところロシアや中国といったような軍事力を使って物事を成し遂げたいような国にとっては非常に都合の良い話となっています。アメリカがデンマークに対して圧力を加えてグリーンランドを手に入れようとしているのであれば、プーチン大統領にしてみれば、ウクライナを取ろうとしている自分たちと何が違うんだという話にもなりますし、そのようなことをめぐってヨーロッパとアメリカが分断が深まれば、中国にとっても非常に動きやすい世界へと進んできたなというように国際情勢を分析することもできるわけです。そして台湾情勢に関連していっても、トランプ氏は中国がもしも台湾に対する武力行使を行った場合において関税を強烈にかけるという話をしていますが、逆に言えば関税さえ気にしないのであれば軍事力を行使しても自分たちは関係ない戦争だという立場を取るというのであれば、これもまた中国にとっては都合の良い展開にもなるわけです。例えばロシアによるウクライナ侵攻は少なくとも経済的な利点は全くありません。同じような理由で中国に対しても、もしも侵攻したら経済的なデメリットがあるよと言っても、そんなの気にしないとなれば全く抑止力を失うわけです。トランプ氏がいずれ台湾に対して自分の国は自分で守れ、攻められたらアメリカは何ら軍事力を用いて助けないという話をし始めたら、それこそ台湾有事の確率が日々上がってしまうわけです。しかしアメリカファーストといったものを掲げた以上、それの行き着く先というのは他の国の戦争や他の国の野心といったものに全く関心を示さないものであり、トランプ氏の大統領就任といったものはこれからの国際情勢においては非常に重要な転換点となり得るわけです。ただしここまでの話で最後に断然返しをするのも変な話ですが、トランプ氏の発言は非常にコロコロと変わるところがあります。ですから従来は自分たちで何とかしろと言っていたものがある日突然アメリカの国益にもかなうものとして手助けをするといった可能性もごくわずかは考えられるわけで、その動向の読みにくさといったものはこれからも世界を振り回すことでしょう。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はこれまで。動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。